皆さんこんにちは。モノマガジン TV の編集スタッフ立山です。今日はジンデポ渋谷に腕時計についていろいろ教えてもらいに来ました。ジンデポ渋谷の小出です。よろしくお願いします。はい、ジンデポ渋谷の伊藤です。よろしくお願いします。ではまず早速お伺いしたいんですけれども、腕時計ってよく聞くクォーツと自動巻きの違いについて教えていただいてもよろしいですか？大きく分けるとクォーツと機械式なんですよね。クォーツってその2種類ってことですね。で機械式をさらに、手巻きと自動巻きになるので、2種類のうち自動巻きがさらに手巻きと自動巻き、機械式、クォーツと機械式、クォーツと機械式ってことですね。で機械式は手巻きとそこで、自動巻きです。はい。クォーツと機械式の2つがある。はい。クォーツって何ですか？クォーツって水晶ですね。でいわゆるその電気、バッテリー、電気をエネルギーとしてそのクォーツ水晶を振動させて針を動かして、振動させてるんですね。振動させて針を動かしてる。で機械式、手巻きとか自動巻きありますけど、ゼンマイがこうやって巻き上げて、それがほどける力をエネルギーとして針を動かしてるんですね。ジンの中ではクォーツの時計だとどんなものがあるんですか？例えば UX-GSG9 モデル、GSG9 っていう特殊体が正式採用しているモデルですね。これクォーツです。クォーツ。これクォーツか機械式かって、見た目だとどうやったらわかるんですか？針がピッピッピッって動くのが多いんですけど、クォーツは。クォーツ。カチカチカチっていう感じで自動巻きの場合ですと針角でカチ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 って動く。よく見ると小刻みに揺れてるんですけど、こう滑らかにこう割といく感じがします。これじゃそういう見た目分かりやすいと思う。動き方の好みでそれを選ぶ人っていうんですか？そうなんですよ。なんかカチカチするのが嫌だっていうことで機械式選ばれる方もいらっしゃって、あとクォーツっていつでも動いてる電池なので、電池が入ってるのでいつでも動くんですけど、機械式はやっぱ止まっちゃったりしますね。だからお店行った時にショーケースで止まりがちなのが機械式時計で、これ確か巻きすぎるのが良くないみたいなことを聞いたことあるんですけど、自動巻きの場合は。今はそうですね、自動巻きの場合はスリップ機構っていうのがありまして、巻きすぎてもこうちゃんと巻きすぎないようにな機構になっているので大丈夫ですね。はい、巻きすぎ心配なしですね。はい、ありがとうございます。はい。そういえばクォーツって機械式よりお安いって聞いたんですけど、クォーツって基本的にはリーズナブルなんですか？そうですね。一般的にクォーツ時計電池使ってるんですけど、非常にリーズナブルなものが多いっていうのは事実なんですけど、ジンの場合ですと、例えばこの434、クォーツなんですけど、本日現在、税込み22万。これジンのテクノロジーで Q テクノロジーっていうのが、 Q テクノロジー、アルファベットの Q。アルファベットの Q。要するにクォーツ時計って電磁波を出しちゃうんですよね。でそれをなんていうんですかね、感じ取って具合が悪くなっちゃう人がいるので、でジンの場合はそれをこのモデルに関しては電磁波を時計ケースの中に閉じ込めちゃってるんですね、外に出ないように。なので一般的なクォーツに比べて値段は高い。それに見合ったスペックっていうことですね。じゃあその健康面に配慮された時計っていうことですね。そうですね。このモデルはそうです。でも腕時計の電磁波で体調崩される方本当にいらっしゃるみたいで、このお店でも実際にそういうお客さんいらっしゃって、でこれお買い上げいただいたんですよ。でさらにこっちのクォーツ、これ値段が本日現在税込み52万300円。こんな高いクォーツってあんまないんですけど、これよく見ると中にオイルが入ってる。なんか聞いたことあります。なんかこうすごい耐水性がすごく高いんですよね。何気圧？耐圧防水、5000m防水。もう文字盤の中、機械の中全部オイルが入ってて、今これ秒針はオイルの中を動いてるっていう。それって
やっぱちょっとオイルの抵抗とかって秒針にかかるんですか？かかります。あ登っていくときに戻りながらも登っていくんですけど、もう少し見ると分かるんですけど、オイルの抵抗で戻りながら上に登っていきます。ちょっと重たそうにやってる。これがちょっとなんかロマンがありますね。ありますありますね。実際にこっちの空気が入ってるクォーツも見えないだけで、肉眼で識別できないだけで、空気の抵抗で戻りながら上に登ってってるんですね。肉眼では判別できない。ちょっと起き上がるときというか、上に上がるときは多少その抵抗が強い。若干抵抗はありますけど、時計時代には問題はないですね。機械式自動巻きとクォーツの一番の違いっていうのは精度ですね。あ、そうです。なんか確かずれるとかあれなんですね。そうです。機械式の場合ですと、一般的には日差プラスマイナス15秒、1日で誤差が出るんですね。で、一般的なクォーツですと月差1ヶ月でプラスマイナス15秒。で、ジンのこのUX 特殊部隊が使っているモデルに関しては年差クォーツ1年でプラスマイナス15秒。じゃあほぼ狂わない。1年にちょっとだけ精度が極めて高いですね、クォーツは。その中でもさらに年差クォーツ。これででもオーバーホールとかってできるんですか？もちろん。オイル入れ直したりするんですか？ね、電池交換するときにオーバーホールもして、ただし、ドイツ本国でのリペアに修理になります。じゃあこれオーバーホールしたいって言ったら、もうじゃあドイツに1ヶ月ぐらいはじゃあ戻ってこない。1ヶ月で戻ってきたら嬉しいんですけど、最長で6ヶ月。最長で6ヶ月。はい。そういろいろですね。ビッグサイズですね。半年間かけてオーバーホールして、オイルを入れで直して。オイル入れ直して電池交換これして。真空で入れてるんですよね、オイルは。真空、全く空気入れないように。そうですそうですそうです。はい。たまに昔気泡が入ったりしてたみたいなんですけど、もう今さっき店長がよく見ていただくとオイルが入ってるのが分かりますって言ったと思うんですけど、よく見てもよく分かんないですよね。はい。よく見ても分かんないぐらいもうぴったりオイル入ってます。はい。実は実はですね、MotoGP っていうバイクの最高峰のレースがあるんですけど、そちらの、元バイクレーサーで今モータージャーナリストで MotoGP の解説者をやってらっしゃる宮城光さんでいらっしゃるんです。有名な方なんですけど、やっぱりこの時計愛用買ってくださいまして、でもともとこのオイル入りの違うモデルをお持ちだったんで、オーバーホールに来たんですけど、その6ヶ月間時計がない間ちょっと困るっていうことで、こちらをお買い上げ UX の方をお買い上げいただいたんですけど、トークショー、やっぱりお仕事柄トークショーをされるので、そのトークショーの時にこうカメラが回ってる前でちょっと時間を気にやっぱりするじゃないですか。そうですね。でその時にちなみにちょっと見ただけで分かるのがこの時計っていうことで、もうこれしかこの角度からでもなんとなく分かりますよね。オイルが入ってるので、ちなみにできるんですね。ほとんど真横からでも時間が分かるのでちょっと比べてみてですよ。はい。でもくっきり度は全然違いますね。そうですね。ジンの時計は普通のものでも見やすいんですけど、さらに見やすいのがこのオイル入りになりますね。あとは海上保安官の人だったりとか、警視庁の方だったりとか、消防レスキューの方だったりとか、プロフェッショナルの方が多いですね。はい。今日立山さんどうでしたか？交通式と機械式の違いってちょっとだけでも分かっていただけたら。ちょっとまだざっとなんですけど、はい。スポーツは電池が入ってて止まらないので、便利な部分があるんですけど、機械式時計って人間の手で組み立てられて、電池に頼らず歯車だけで動いてるっていう、歯車とゼンマイとかそういったパーツだけで動いてるっていうのがロマン。そうですね。やっぱさっきの針の動き方にも違いがあったりとか、そうですね。それは結構やっぱり知ってるだけでもちょっと時計のことが好きになるような感じがしますよね。そうですね。はい。じゃあありがとうございました。またじゃあ次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。